皆さんこんにちは。コケラクフィルムへようこそ。今回は竹林に続く道っていうのを幻想的に再現したコケテラリウムを作っていきます。ぜひ最後までご覧ください。はい、というわけで今回は先日お正月にちなんで門松のコケテラリウムを作ったんですけど、その時に使ったトクサが残っておりますので、それを使って竹林という形でコケテラリウムを再現していきたいと思ってます。こちらがまだまだお庭にたくさんあるトクサの一部になります。だいたい20本ぐらい採取してきました。長さが70センチぐらいですかね。これだと長すぎるのでカットして容器に入る大きさでコケテラリウムを作っていきたいと思います。今回使う容器はこちらです。ダイソーのデコジャーですね。若干縦長の容器なので竹林を表現するのにちょうどいいかなと思ってこれを使っていきたいと思います。でコケテラリウムにおいて竹林の表現はよくアスパラガスが使われますが、今回はこのトクサを有効利用して使っていこうと思います。調べたところこのトクサ自体もシダ植物の仲間ですので、コケとの相性もきっとバッチリだと思います。このダイソーのデコジャーの容器の中に幻想的な雰囲気のコケテラリウムを作りたいと思います。ではまずトクサをこれだと長すぎるのでカットしていきたいんですけど、その前に1本ずつにちょっとほぐしていこうかと思います。こんな感じですね。ちょっと取りすぎたかな。一応根っこは洗ってきたんですけど、まだ石とかが混ざってますね。トクサは本当に生命力が強くてすぐに伸びますね。テラリウムの中だとどうかちょっと分かんないんですけど、庭に生えてるトクサはすごく元気でもうすぐに広がりましたね。これで1本ずつ分離することができました。じゃあ次に長さを揃えていきましょう。この瓶の大きさがだいたい13センチぐらいの高さの空間がありますね。でベースソイルが3センチぐらい入れようかなと思ってるので、見えてくる部分が10センチぐらいになるようにトクサの背の高さを切っていきます。はい、切り終わりました。次にこの状態だと植え付けがしにくいので、この根っこの部分をもうちょっと小さくしていきたいと思います。はい、一通り切り終えました。トクサをコケテラリウムに使ったことっていうのがないので、これが長期間生き延びてくれるかどうかっていうのはちょっとまだはっきりわからないんですね。で根っこも植え付けのために結構切っちゃったので、生命力の強い植物っていうのは認識してるんですけど、ここまでやってしまっていいのかどうかっていうのはちょっとまだはっきりわかりません。このコケテラリウム作ってみて、また後々その状況がどうなのかとかはレポートできたらしていきたいなと思ってます。トクサにも太さがそれぞれあるんで、細いものと太いものだけちょっと分けていきたいと思います。こんな感じですかね。細いものと太いもの、景色的に太いものを手前にして細いものを奥にしたいと思います。この中から極力まっすぐなやつを選んで植え付けていきたいと思います。ではベースソイルを入れていきます。今回は手前を3センチぐらい、奥を5センチぐらいの勾配にしました。これだけの限りあるスペースの中での竹林を表現するわけですから、勾配をつけて奥行き感を出してあげた方がいいかと思ってこのような形にしました。では水を入れていきます。はい、まずは化粧砂を入れていきます。今日は寒水石を使っていきます。
これぐらいのまばらな感じでちょっと進めていきます。今日は奥へ続く道をですね、この砂利で表現していきたいと思います。石敷きの道ですね。なるべく大きい石を手前に入れていきます。埋め込むような形で。どうでしょう。少し雰囲気は出たでしょうか。ではトクサを植え込んでいきましょう。まず手前の方からいきましょうか。少し穴を開けて一番太いまっすぐなトクサを植えていきます。2本目。3本目。今度はこちら側にも植えていきましょう。なるべく石の道を崩さないように注意しながら植え込んでいきます。次に細めのトクサを植え込んでいきましょう。奥の方になるにつれてちょっと密度を濃いめに植えていってあげた方がいいと思います。雰囲気は出てるんじゃないでしょうかね。今度は反対側を植えていきます。やはり根っこがある分ちょっと土をだいぶえぐってしまいますね。はい、これで竹林は植え終わりましたが、ちょっと土をだいぶ根っこで押さえてしまったので少しえぐれてしまった感じがしますね。はい、軽くブラシで押さえてみました。今回は石を敷くときに毛と土を使わなかったんですよね。もしかしたら毛と土とか使って押さえた方が良かったかもしれないですね。はい、少しこの石の道の周りとか乱れてしまった土の部分とか調整しまして、これでトクサで竹林を表現する植え付けは完了としようかなと思います。では次に苔を植えていきたいと思います。はい、今回使用する苔はこちらになります。ヒノキ苔、細葉沖縄苔、玉苔、この3種類を使って竹林の景色に苔を添えていきたいと思います。ではまずヒノキ苔を植えていきます。乾燥気味で縮れ気味ですけど、後で水をあげてあげればシャキッとすると思います。はい、次に卵毛を植えていきます。
卵系いい感じですね。ちょっとヒノキゴケがだいぶ乾燥して色も悪くなってきてたので、全部卵系にしてもよかったかなと思いますね。ちょっと調整が必要かもしれないです。でもこの卵系が竹の足元に生えてる感じがすごくいいですね。もうちょっと卵系の範囲を増やしますか。ちょっと調整します。ヒノキゴケの範囲をだいぶ減らしました。というか一遍全部抜きました。で、卵系で竹の下の部分を覆いつつ、必要なところにヒノキゴケを入れていくっていう風に作戦を変更したいと思います。さあ、卵系がだいぶ入りましたね。竹林の下の緑の感じが少し出たと思います。予定よりも卵系を増量させてトクサの根元にたくさん植え付けました。これでも結構雰囲気が出たので、ちょっと今回はヒノキゴケはやめとこうかなと思います。それでは細葉オキナゴケを今度はこの石敷きの道の途中途中に植え込んでいきたいと思います。はい、以上で竹林へ続く石畳のある風景の制作を終わりたいと思います。途中ですね、ヒノキゴケを全部撤去するっていうちょっとハプニング的なものがあったんですけれども、制作していく途中でですね、やはりこう全体を見ながら、これちょっと違うなっていう時はそのように決断するのもいい作品を作ろうとする上では必要なことかなと思いますので、私なりに前向きに捉えてですね、今回のハプニングはプラスだったのかななんて思っております。結果ですね、卵系とこのトクサの相性っていうのがすごいいいなっていうのも分かりましたし、霧吹きをかけると濡れた石畳の幻想的な風景も醸し出してくれてますので、すごくお気に入りのコケテラリウムになったかと思います。ぜひ皆さんも身近にある植物などを使っていろんなアイデアを振り絞ってオリジナルのコケテラリウムを作ってみてください。今回のコケテラリウム制作動画は以上となります。最後まで見ていただきありがとうございました。またいろいろ新しいアイデアを考えて誰でもできるコケテラリウムの作り方をお伝えできるように日夜頑張っていきます。気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価ボタンをよろしくお願いいたします。またコメントもいただけると嬉しいです。では最後にテラリウムの完成動画をお届けいたします。次回またお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。